こいいなっていう風に子どもたちが思えるような、そういう車を作りたいな。モータースポーツ機店のもっといい車作りを止めちゃいけない。あと制御も、アクセルを踏んだらもう暴れるぐらい、そういう車が作りたいなと。今までくすぶってたんですけど、やっぱワクワクして。じゃあこの辺プレッシャーというかできるのかな、なんとかこう食らいついていきたいなと。東京オートサロンの会場です。でこちらがトヨタガズーレーシングのブースになるんですが、人がものすごいですよね。でひときわ注目を集めているのがこの車、 GR ヤリス M コンセプト、つまりミッドシップの車です。でこういったですね、走りにこだわり抜いた尖った車をさらに作っていくために、トヨタでは社内から次世代の人材を募ることにしたんです。モルゾーも大好きです。モータースポーツを起点としたもっといい車作りがコンセプトのトヨタガズーレーシング。さまざまな過酷なレースに参戦。走る、壊す、直すを繰り返し、勝てる車に鍛え上げ、その経験を市販車にもフィードバックしてきました。まさに豊田章男流車作りのプロフェッショナル集団。でもある悩みが。人手はいくらあっても足りないぐらいなんですか？そうなんです。どんどん森蔵さんのビジョンも広くなってるので、私たち一生懸命それを実現するために、たくさんこの車好きの同士が集まれば、もっともっと楽しい車をお客さんに届けられるなと。そう語るのは GR ヤリスの開発責任者斉藤直彦さん。マスタードライバーの森蔵さんと一緒に開発を進めてきました。森蔵さんにとにかくもう乗ってもらってアジャイルに開発するっていう手法が生まれました。これがまさに、そのレースに学びましょうって、森蔵さんがモータースポーツで学べっていう一つの転機だったんです。斉藤さんの口癖は、壊していただきありがとう壊していただきましてありがとう壊して直してもっといい車を作るために不可欠なのは、そう、次世代の人材を育てること。そこで社内から公募することにしたんです。その名も GR カンパニーチャレンジ制度。本気でスポーツカー作りをやりたい人を求めています。森蔵さんが絶対そういう人がいるはずだと、トヨタの中にはいるはずだと俺は感じるっていうことをおっしゃってて、あと人材をちゃんと流動しようよ、そこを社内で一回やってみようよと。実は東京オートサロンのおよそ1ヶ月前に募集が始まっていました。今回のチャレンジ制度を機に限界まで挑戦したい。ガレージに寝泊まりして車をいじってましたまさにもうなんかドンピシャの高校生とかドリフトやってるんだって。すげえ。応募資格はモータースポーツが好きなことや車を改造した経験があることなど。合格すればプロドライバーや森蔵さんと一緒に車を鍛え作り上げていくことになります。選んでる方が楽しそうですねすいません、全員来てほしいぐらいなんか猛者たちが。でもこんなにたくさんで車好きがいたなんて。募集の対象の部署以外のところからも来てて、聞きつけて僕もお願いしますって。いや、好きな人がやると車ももっと良くなっていくですし、どんどん来てほしいですよね。書類選考を経て面接へ。いよいよ面接の日です。面接をする場所はここ GR のガレージです。 GR らしいですよね。さあ面接官2人スタンバイ OK です。
どんな人がやってくるんでしょうか。今回特別に面接の様子を撮影できることに。おはようございます。よろしくお願いします。それで本日、はい、よろしくお願いします。お越しいただきアクセルを踏んだらもう暴れるぐらいで自分でコントロールする楽しみがある、そういう車が作りたいなと思ってますので、じゃじゃ馬な車が、はい、他に何乗られてました？マーク2とスープラ MR2 とかですね。MR2 も、はい、もうじゃじゃ馬な車ばっかりですね。そうですね。はい。いいですね。で、あと単にじゃじゃ馬な車が好きだけではありません。そうですね。はい。車やエンジンを1台ばらして、はい、また組み上げる、まさにここで今凄腕のメカニックの皆さんやってることもできちゃう。できますね。はい。なんかもう課題が GR のガレージ内を少し見学させてもらうと、はい、念願の場所だったわけですか。そうですね。GR っていうのは、この場に来てみてどうですか、 GR のガレージに。はい。もうワクワクするというこの人がやってるようなことだったら僕がやりたいことだみたいな感覚はあったんですか。そうですね。まさに。じゃあド M なんですね。ド M いやどちらかというとド S。ちょっとこれは適性がどうかわかんないですよ。これ車を壊したりとか壊れる車をなんとか暴れる車を手なずけたりとか、そっちの系ね。多分ド M ド S で馬が合うかもしれない。はい。今の仕事って常に失敗しないように限界までいかないというか、限界からちょっと品質側に戻してっていうところがやっぱりあって、もう少しここまでやればいいものできるのになって感じるのはよくあります。限界までチャレンジして、やっぱり時には失敗もしながら壁を叩いていくというかそこに魅力を感じる。現状に満足せず常に成長しようとする姿勢、これも大事な選考ポイントなんだとか。さてまだまだ続く面接。こちらの武田さんは応募書類にこの一文を書いていた人。ガレージに寝泊まりして車作りをしてたって。そうですね、学生時代自動車部に所属させていただいていて、ラリーもやってましたし、スキー場貸し切って事務官仲間内でやってたりとか。本当になんで GR に今まで手を挙げてなかったんですか。入社当時から、昔から憧れの部署ではあったんですけど、今回募集かかって初めてちょっと改めて手を挙げたいなと思って、今までちょっとくすぶってたんですけど、もうこれはちょっと手を挙げなきゃいけないとワクワクしてちょっと手を挙げたっていう。本当にでもきつい職場なんで、でも寝食ね忘れてやれる人なのではい、この車でガレージであれば寝れるので。オッケー。はい、いい顔するわ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山田博之と申します。現在 TC カンパニーの TCZ、ZP でヤリスクロス、アイゴクロスの主査をしております。山田さんはプリウスやカローラクロスなどの開発に携わってきたベテランエンジニア。躍動感のあってエネルギッシュな車が好きで、車が自分の手となり足となりとすごく感覚がダイレクトなそういう車が好きでして、2006年からオープンカーのスポーツタイプを3台乗り継いでるんですけども、20代の頃から車に乗るのもいじるのも大好き。これまでの愛車はアウディ、BMW、ポルシェ。去年ヤリスカップに参加し A 級ライセンスも取得しました。今回のこの GR チャレンジ制度に応募した、理由と動機を、現場で車を開発する、あとは、森蔵さんというマスタードライバーの、持っているその知見だとか、センサーを自分も学びたい、そういう
憧れでもありますし、何よりも、チャレンジを恐れない、失敗を恐れない、とにかくみんなで、いいものを作っていくっていうその、チームに憧れてチャレンジさせてもらいました。まさにもう結構きつい現場です、GR は、正直体力的にもきついだと思いますし、精神的にも、とにかく常に改善を続けていく、終わりのない戦いになると思うので、ド M ですか？はい、自他ともに認める自他ともにだと思います。はい。後ろにいる本当に彼らメカニックの皆さんと車に本当に向かって車と触れ合いながら車で仕事をする環境ですので、多分バッチリ合ってると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。こうして面接は終了しました。モータースポーツやりたかった人がいっぱいいたんですね。いっぱいいましたね。でやりたいんだけどどうやって移れるかわからないっていう方々が面接してみて分かったので、もう本当森澤さん言ってる通りだなと。直彦さんにとっても挑戦ですね。いや実は私人材育成とか苦手なのでねえ初めてのチャレンジです。挑む側も受け入れる側も初めてのチャレンジ制度。果たして結果は？それが明らかになったのが日本最大のカスタムカーの祭典、東京オートサロン。毎年全国から車好きが集まるイベントです。現れたのはついに、GR の山田が誕生。プリウスなどの開発に携わってきたベテランエンジニアの山田さんです。ここにいらっしゃるということは、GR 来ていることは早速採用。どうもありがとうございます。来ていただきましてありがとう。第1号。ありがとうございます。2月から年明けて、じゃあ今回は研修的な感じで、もうここはもうお客様と触れ合う現場だからということで、ぜひ来なさいと言われ。第1号ってことはもちろん期待されてるわけですよね。いやめちゃくちゃ期待してます。いやなんか正直憧れのこのユニフォームなもんですから、すごく嬉しく思います。今回最初の研修場所を東京オートサロンにしたのはズバリもっとディープな車好きになってもらうこと。彼車大好きなんだけど、ここまでとんがったお客さんたちがたくさんいるっていうことはまだ知らない。車オタクの皆さんと、どういうふうにお付き合いしていくのか、現地現物で実際に肌身で感じて、これから自分がどういう仕事をするかっていうのを勉強してもらう。多分山ちゃんが今までやってきた技術の範囲を大幅に超えたところでやってるから、すごい魅力的、新鮮だと思う。この辺の変態から学んで常識が変わる。ということで GR の変態、いやディープな同僚に東京オートサロンを案内してもらうことに。メーカーさんとか本当大学生とかの時から目を輝かせて、今年もこの季節が来たかって来て、でこういうのを見てかっけーみたいな。違う大学ですけど自動車部の先輩後輩みたいな。小紫さんは車をバラしては組み替える分解オタク。車の構造を日々研究しています。多田さんはトヨタで働きながらドリフトの大会にも参戦するプロドライバーなんです。見せるモータースポーツなんで、色も派手になってラメラメになって、左のがトップリーグのやつで、右のがもう一個下の株カテゴリーのやつなんですけど、本当にお手本みたいな乗り車です。
山田さんがこれまで手掛けてきた車とは一味も二味も違うカスタムカー。山田さん、この車何か分かりますか？このサイズだとカローラ？お、正解です。これ GR カローラです。タイヤ1個分出てるもんね。そうですね、そうです。これもドリシャ？これもドリシャ。ドリシャですね。有名な。これ今年出た有名な。完全魔改造。いやー、魔改造ですね。GR の新たな同僚が車を見るポイント。それは見た目の派手さだけではありません。これですよ、BN スポーツっていう張り出しエアロの、こういうの張り出しエアロって言うんですけど、やっぱりこういうのも僕らがこういうところから学ばせていただいて、じゃあ純正状態どういう、例えば低結だったり見切りだったり、どういう構造だったらいいのかなみたいのを、製品開発に生かしていくっていうのが、オートサロンに僕らが来てる理由かな。見た目だけじゃなくて性能も含めてね。そうです。車のカスタムとかスポーツカー楽しむっていうのは、こういうのも全部含んで考えなきゃいけないよねっていうのが今オリジョフさんはじめとして僕らがオートサロンに来てる理由かな。その後もシート、工具などいろんなブースを巡り、徐々にテンションが上がっていきます。山田さんの顔が小さいのかも。これは逆なんです。山田さん顔小さい。すると山田さん、 GR86 が展示してあるブースでこんな行動に。フロントサイドが、そうなんですよ。そうもう自分の世界に入っちゃいました。今の角度、これ本当車好きの角度です。もうね、舐めるようにみんな見るんですよ。これどう改造してんだろうっていう。距離感が、そうこういう距離感なんですよ。そう確かにね。じゃあサスタワーの付け根どうやってつけてんのかな。こっから外出てるわとか、本当にもうね、変態の領域にちょっと足を踏み入れてます、山田さん。めっちゃワクワクするねこれ。どうしてやってんだろうって。そうでも参考にしたいよね。そうなんですよ。だからもうちょっと下になんか。その後もしばらく見続けた2人。楽しいね。ありがとうございました。っていうのがなんか雰囲気です。ちょっと全然違う世界だなと思っていろんな意味で初心に戻った感じがしました。よかったですね。形突っ込んでいきたいなと。お願いします。両手両足。さて GR のブースはご覧のにぎわい。特にミッドシップの GR ヤリス M コンセプトが注目を集めていました。どうですか？いやもうしびれるなと思ってずっとばっかりこのままどんどん突き進んでほしいです。もちろんです、直接来場者の熱い声を聞く斉藤さん。それだけではありませんよ。会場の一角で開かれたのは森蔵さんが手掛けた GRMN ヤリスのオーナーミーティング。価格は730万円からで500台の限定販売。1万人以上が応募し即完売になった話題の車です。そのオーナーの皆さんが集まりました。今まで乗ってきた中の車ではもう抜群に良くて、トータルチューニングっていうのは本当にすごいなと、この車に出会えたことに大変感謝しております。もう走りに特化しちゃってる車なので、もうすごいこれはもうずっと乗ってても色あせないいい車だなと。写真を撮るアングルが多分普段から車いっぱい眺めてる人のアングルなのかなと思うんですけどあるじゃないですか、この角度が好きとかってありますね。多分それぞれ好きなんだなっていうのがちょっと伝わりました。普段から乗ってて若いオーナーの姿も。まだ28歳、今年28歳になるんですけど、なんとか工面して乗ってます。なんか嬉しいですね、こんな若い方にもそうしていただいて。多分本当にいろいろこの車とは思い出がいっぱい増えていって、やっぱ今後せっかくここまでトヨタ頑張って開発していただいたんで、もう20年経ってもある程度は部品出していただければなと。
ずっとその分ずっと大切に乗りますので。私の髪の黒いうちわって面白いですけどはい。山田さんもオーナーたちの言葉に聞き入っていました。お客様との距離の近さっていうのがやっぱ他のカンパニーとは違う独特なカンパニーでもあるし、独特な世界だなと思いました。こういう方々の期待に沿うような車が自分がどれだけ力になれるかな、協力できるかなっていうところを考えると、逆にプレッシャーというか不安もなりますけども。GR ヤリスや新たなミッドシップ、ディープなお客さんを満足させるよりディープな車、ベテランエンジニアの新たな挑戦です。研修の締めは GR ラリーカーのデモラン。匂いいいですね。よかった。多くの方に寄り添う馬作りはずっと心がけてやってきたんですけど、それだけじゃないですね。この世界はもうどんなスパイスが必要なんだろうなっていうのがもうすごく新鮮な経験でした。そしていよいよこの日がやってきました。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日からよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日からよろしくお願いします。憧れだったトヨタガズーレーシング GR での正式な勤務がスタートしました。初めてですね。本当に初めて来ました。現場と近いフロアっていうのは聞いていたんですけども、車がすぐそこにあったりとか、一緒になって車を開発していくんだなっていう、そういう空気を感じます。さらに面接をしたこのガレージも新たなホームグラウンドです。任される車も決まったようで、GR ヤリス全体の本当にチームリーダーとしてまずはぐいぐい突き進んでもらいたいんですけど、斉藤さんが開発を手掛けた GR ヤリス、この車を進化させることが最初のミッションだといいます。車にとにかくまずは触れてほしいなと思って、ここにまず慣れてもらって、もう本当にアジャイルに車を改善していくサイクルをまずはどんどんやってもらいたいなと。1年通して全日本ラリーもあるし、スーパー耐久もあるし、そして市販車をその横でどんどん改善してお客さんに提供していくっていう仕事をまずはもう実体験を持って進めていっていただきたいなと思います。プレッシャーというかできるのかなっていうところの心配が大きいもんですから、なんとか食らいついていきたいなというふうに思ってます。モータースポーツで車を鍛え、そこで培ったものを市販車の改善にもつなげていく。そのためにまずは知ることから。K を測るんです。でここがもう33に決まっているので、これが一番ゴー口に近いクラスですね。JN2 のクラス。極論してしまうとロールケージが入ってて、椅子がフルバケットになってる以外はノーマル車なんですよ。
これは簡単に外しやすいんですか？これは外しやすいというわけではなくて、これをつけることによって土が入って重くなった時もバンパーが脱落しない。JN1 に出ている市販車をベースに改造したヤリスなんですね。どこを改造してるんですか、この JN1 クラスは？そうですね、フレームなんかも全部もうこうやって補強を入れて、ここも実は1枚足してたりいう感じで、基本骨格は変えないまま上にどんどん足すような形で強度を上げてますね。じゃあパートで変えて冷着系追加して補強するっていうのが JN1。そうですね。ラリー2ですね。はい。一番市販買える中では一番高いやつ。これサスも斜めに。サスストロークを取るために元のアッパーからこう伸ばして、かつやっぱりジャンプして着地した時の入力が一番ラリーって厳しいんですよね。でジオメトリーが全然違うんだ。はい。ちょっとこう斜めにして専用のサス面で。しかも下結構分厚い、思った以上にフラットですね、床下。とにかくぶつけない、ジャンプして着地して凸凹があってもぶつからないっていうことで、なるべくこう上に上げたいんで自動的にフラットに。フラットなんですね。初めて知ることばかり。そうですよね、これシステム。一方斉藤さんたちは現状に満足せず、終わりのないもっといい車作りを続けています。 JRS が出来上がってからどんどん車が進化しちゃうんだけど、今度人が進化してなかった、車はどんどん今こう、WRT と作り込んでどんどんこう、速いものになってくるんだけど、運用する人たちの意識、経験、知識、技術、技能、この辺が全然追いついてないことを実感。いい車作りに欠かせないのは人作り。中根さんですね。期待を背負う山田さん。初日から早速チームリーダーを務める GR ヤリスチームのメンバーと顔合わせ。今乗ってる車それですか？今これですね。はい。大学2個行ってます。文系と理系出てます。自衛隊にいたことがあって、なので銃の分解組み立てとかできます。出身大学の自動車工学っていう講座持ってたもんだから、そこでちょっと講義したりもしてました。このクラウンクラウンと基本的にジムに乗ってます。あとハイエースと軽バンと、車今6台ですか？6台ぐらい。流動的なんで何とも言えない。それどこに話は聞いてましたけれど、皆さん個性的なんですよね。自分が普通のサラリーマンだと思ってきたな。僕が7月ぐらいに個性的な仲間に挑みたい車を伝えます。もう2本目3本目でグダグダになるので、日常をなんかこうエンジン音を聞きながらマニュアル車で気持ちよく走りたいなっていうのが好きな感じだったので、そういう車を増やすことが僕は GR カンパニーに来ておいをやりたいなというふうに思っています。またこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。初出勤から2日目、とあるセレモニーが開かれました。主役は新型 GR ヤリスに搭載されたこの縦引きパーキングブレーキ。感謝状、トヨタ鉄工株式会社殿。汽車はドライバーファーストを突き詰め、世界初の縦引き PKB を搭載する市販車の開発に果敢にチャレンジされました。感謝を表します。スポーツ走行における一番いいポジションを追求し導き出したのがこの形。開発のきっかけは実は森蔵さん。激しいターンの時パーキングブレーキを引き腰を痛めてしまったといいます。どんな状況でも
誰もがスムーズに操作できるのが望ましい。現場から生まれた奇抜なアイディアを実際に形にしてくれたのが豊田鉄工の仲間でした。すごく引きやすい。でものすごい効くし、コントロールもしやすいよ、ここにあると。これはすごく誰が考えたのか知らないけどすごくいいアイデアだと思います。はい、これは受ける。ありがとうございます。はい、これは OK。ありがとうございます。本当に皆様この難しいちょっと一風変わった手引き PKB をですね開発っていうかそれから生産をありがとうございます。一風変わったっていうかもうはっきり言って、変態チックのレベルだと思うんですけど、クレイジーですね。これからもですね、少しでもですね我々がそういういい車作りに力になれるように頑張っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。本日は本当にありがとうございました。走りにこだわり抜いた車作りは多くの仲間、部品メーカーなどに支えられているんですね。絶妙なところにありますので、本当にこれに続くかゆいところに手が届くアイテムを、もっともっとこう膨らましていくのが私の仕事だと思うんですけども、現場に行っていろんな人の声を聞いて形にするっていうことを続けていきたいなというふうに思います。開発上でいうともっといい車作りを、挑戦はまだまだこれからが本番です。次世代が育っていく環境づくりっていうのが私のちょっとミッションかなと。車づくりとともに人づくりをちゃんとやっていく環境を作らなきゃいけないなと思ってますので、いやもうかっこいいなっていうふうに乗りたいなっていうふうに子どもたちが思えるようなそういう車を作りたいなと思います。そうね、よろしくお願いします。お願いします。